私の名前は舞。専業主婦をしている27歳です。旦那の智樹とは大学からの友達でした。お互い就職をしても連絡を取り合うほど仲が良く、いつしかお付き合いをするようにまでなりました。それから数年後に結婚し、2人でアパートを借り、毎日平穏な日々を送っていました。それから1年が経ったある日、突然お父さんが亡くなってしまいました。とても明るくて元気な人だったので、あまりにも早い死にみんな驚いていました。お父さんが亡くなってから数日後、智樹からある提案をされました。俺の実家で母さんと3人で暮らさないか？お母さんは持病があるそうで、智樹は心配だったそうです。今まではお父さんが面倒を見ていたので、これからは代わりに誰かが面倒を見てあげないといけないと言われました。お母さんと同居か。どうしたの？実は結婚の挨拶の時、智樹とお父さんがいないところで、お母さんにこんなことを言われていました。どうして智樹はあなたみたいな不細工な女を選んだのかしらね。え？さっきまで優しく笑顔で話してくれていたお母さんからそんなことを言われるとは思ってもみなかったので、驚いて言葉が出ませんでした。智樹ならもっと美人なお嫁さんもらえたはずなのにね。どうやって騙したのか、こんな女に引っかかっちゃって。え？本当、智樹は見る目がないんだから。そこへ智樹とお父さんが帰ってくると、何事もなかったかのような振る舞いで、私にも笑顔で話しかけてきました。何の話してたの？智樹がお母さんに聞くと、私の作った料理おいしいって褒めてくれてたの。そうなんだ。母さんよかったね。本当は全くそんな話していないのに、お母さんは平気で嘘をついていました。そのことがあって以降、私はお母さんに苦手意識を持ってしまい、今までなるべく距離を置くようにしていました。しかし、同居となれば毎日顔を合わせることになるし、基本的に私がお母さんの面倒を見ることになります。そしたら、どんなことを言われるかわからないので、できれば同居はしたくありませんでした。母さんと一緒に住むのは嫌だ？別に嫌っていうわけじゃないんだけど、お姉さんは無理なの？智樹のお姉さんは結婚していて、実家を出ていました。できれば、私たち夫婦じゃなくて、義士夫婦がお母さんの面倒を見てくれれば助かるなと、心の中では思っていました。姉ちゃんにも一応相談はしてみたんだけど、やっぱり引っ越してくるのは無理らしいんだよね。県外に住んでるっていうのもあってさ、仕事場からは結構離れちゃうから。そっか。それで俺たちは実家からもそんなに離れてないところに住んでるし、舞が良ければ実家に来てほしいと思うんだけど、どうかな？さすがに断れない状況でした。仕方なく私は同居を了承することになりました。わかった。お姉さんたちが無理なら、お母さんの面倒は私たちが見よう。本当に助かるよ。しかし、この決断が間違っていたのだと気づくのに、それほど時間はかかりませんでした。お母さんとの同居生活が始まってすぐに、嫁いびりをされるようになりました。私の部屋の掃除はまだなの？リビングが終わったらすぐに行きます。ほんと仕事が遅い人ね。もっとテキパキとできないわけ？すいません。家事もろくにできないなんて本当に困った嫁だね。お母さんは持病と言いつつも最近はだいぶ元気だったようで、家事だって本当は全部自分でできるくらいでした。実際に私たちが引っ越してくるまでの数週間はお母さん一人で暮らしていました。
それなのに私に何でもかんでも家事を押し付け、それでいて文句を言うのでした。ちゃんとテレビの裏の見えないホコリも掃除しなさい。手を抜くんじゃないよ。はい、すいません。本当にちょっと目を離すとすぐにサボるんだから。全部やり直してちょうだい。私のやり方が少しでも気に入らないと、何度もやり直しを強制されました。掃除が終わったら今度は庭の手入れだからね。それが終わったら洗濯物。わかった？はい。私は毎日朝から晩まで動きっぱなしで、休む暇もないほど忙しかったです。他には私の作る料理に対してまずいと言って残し、勝手に出前を頼むなんてこともありました。出前の料金は全部あなたが払いなさいよ。なんで私が払うんですか？食べてるのはお母さんですよね。あなたの料理がもっと美味しかったらわざわざ出前なんて頼む必要ないのよ。だからあなたが払いなさい。そんな。お母さんは私の作った料理を一口も食べないでまずいと勝手に決めつけて出前を取るので、嫌がらせだとしか考えられませんでした。お母さんが出前を頼むせいで食費が少なくなり、私の料理はどんどん質素なものになっていきました。どうしてこんな質素なものばかり作るわけ？もしかして私に対しての嫌がらせ？いや、そういうわけでは。こんな栄養のなさそうなもの食べさせるつもり？私は絶対食べないわよ。全部あなたのせいでこうなってるんですよ。と言ってやりたい気持ちでしたが、そんなことは当然できず、すいません、と謝るしかできませんでした。ともきはお母さんのことを大切に思っているので、お母さんを悪く言うのはなんだか気が引けました。それでも毎日嫁いびりをされ続けると、我慢するのも辛くなってきて、ついにともきに相談することにしました。ちょっといい？どうしたの？仕事から帰ってきたともきを部屋に呼び、お母さんには聞こえないように話しました。実はお母さんから嫁いびりをされていて。母さんが？そうなの。なんて言われたの？そこで私は今までお母さんに家事を押し付けられていたことや、お母さんが私の料理をまずいと言って勝手に出前を頼んでいたことをすべて話しました。それで今月食費もうないって言ってたのか？そうなの。舞はお金の管理上手だからおかしいなと思ってたんだよ。俺からちゃんと母さんに言っておくよ。ごめんな、今まで辛い思いさせて。そうしてもらえると助かる。もう二度と嫁いびりなんてさせないようにするから。ありがとう。ともきはその後お母さんを相当怒ったようで、お母さんの部屋からはともきの怒鳴り声が聞こえてきました。これで明日から良くなればいいんだけど。しかし嫁いびりは良くなるどころか悪化しただけでした。よくもともきにチクってくれたわね。おかげで怒られたじゃない。ともきが仕事で家を出て行った瞬間、お母さんが怒鳴ってきました。嫁いびりですって？そんなものした覚えありませんけど。家事できないあなたが悪いんでしょうが。ともきに相談したのは失敗だったとその時思いました。その日から嫁いびりはエスカレートしていき、ひどい嫌がらせをされるようになりました。私のいつも使っている茶碗を割ったり、結婚祝いで友達からもらった大事なグラスもお母さんに割られました。ごめんなさいね。手が滑っちゃって。あからさまな態度に私は腹が立ちました。これ、いつも使っていたわよね。もしかしてお気に入りだった？そうですけど、だからわざと割ったんですか？わざとだなんてやめてよ。偶然よ、偶然。私の落ち込んでいる姿を見て、
お母さんはニヤニヤ笑っていました。私の反応を楽しんでいるように感じました。他には、私が夜お風呂に入っていると、給湯の温度を50度以上にまで上げられていて、やけどしかけたこともありました。毎日何をされるかわからないので、ビクビクと怯える日々でした。また友樹に相談しても、さらにエスカレートするんじゃないかと考えると、怖くて相談することもできませんでした。友樹の前だと、お母さんは優しくて、私にも気を使ってくれます。舞ちゃん、今日は疲れたでしょ？洗い物なら私がするわよ。しかし、そこでお母さんに洗い物を頼むと、後でまた嫌味を言われたり、嫌がらせをされるので、いえ、全然大丈夫です。私が洗い物しますから、お母さんは休んでいてください。そう言って、ちゃんと断らなければいけません。あら、ほんと？いつもありがとうね。舞ちゃんが来てくれて本当に助かるわ。じゃあ洗い物よろしくね。お母さんの演技に、友樹はすっかり騙されて、嫁いびりはもうなくなったと思っているようでした。そんなやりとりに、私はうんざりしていました。そんなある日、あなた、この家から出て行きなさい。お母さんに急に出て行けと言われました。え、どうしてですか？あまりにも突然のことだったので、私は驚きを隠せませんでした。もうあなたは用済みよ。それにあなたの顔見てると具合悪くなる。どうやらお母さんの話によると、義士夫婦が離婚したので、お姉さんが実家に帰ってくるそうでした。お姉さんが帰ってくれば家事をやってもらえるので、私はもういらないんだとか。さっさと荷物まとめなさいよ。今すぐ出て行ってもらえる？え？お母さん、それ本気ですか？当たり前でしょ？本気よ。早く出て行ってほしいとずっと思っていたのよ。まなみが帰ってくればもう安心だし、あなたはいらないわ。お母さんの嫁いびりにはもううんざりしていたし、私もできればお母さんと離れたいと思っていました。もう何もかもどうでもよくなってきて。はいはい、わかりましたよ。じゃあ私は出ていきますね。その代わり、私が出ていく理由は、お母さんから友樹にちゃんと伝えてくださいね。お母さんの言う通りに、義実家から出ていくことにしました。そのくらい別にいいわよ。私からちゃんと伝えておくわ。男を作って出て行ったってね。お好きにどうぞ。私は急いで荷物をまとめ、家を出て行きました。もうあんなお母さんには付き合いきれない。友樹には申し訳ないけど、黙って出て行くことにしました。するとその日の夜、友樹が私の実家にわざわざやってきました。急に出て行ったりしてどうしたの？もしかして母さんと何かあった？友樹は私のことを心配して駆けつけてくれました。お母さんから何も聞いてないの？母さんは舞が男作って出て行ったとか言ってたけど、舞はそんなことするような人じゃないって知ってるからおかしいなと思って。私は思わず涙をこぼしてしまいました。正直、お母さんにはお好きにどうぞと言ったものの、私が男を作って出て行ったなんて友樹が聞いたら離婚されるんじゃないかと思っていました。お母さんの言葉を信じずに私のことを信じてくれた友樹には涙が止まりませんでした。実は、そこで私は友樹に全てを話すことにしました。友樹がお母さんに怒ってからいびりがエスカレートしたことと、お姉さんが帰ってくるから私に出て行けと言ったことも話しました。そうだったのか。ごめんな、気づいてやれなくて。じゃあ俺も実家出ることにする。え？舞のこと大切にできないなら母さんとは一緒に住めない。
これからはもう母さんにも会わせないし、心配しないでいいよ。私はさらに涙が止まりませんでした。そして友樹も荷物をまとめて義実家を出ることになりました。家を出ることを友樹がお母さんに伝えると、なんで友樹まで出ていくのよ。あの女は男作って出て行ったのよ。顔を真っ赤にして怒鳴ってきたそうです。嘘ばっかり言ってんじゃねえ。前から全部聞いたんだからな。聞いたって何を聞いたのよ。私よりあの女を信じるっていうの？そうだよ。俺がちゃんと言ったのにずっと読み入りしていたらしいな。それに姉ちゃんが帰ってくるから出ていけなんて最低すぎるぞ。それが息子の嫁に言う言葉か。何よ。母さんの顔なんて二度と見たくない。面倒だってもう見てやらないからな。もう俺たちに関わるな。わかったわ。そんなに言うならあなたも出て行きなさい。あなたたちに面倒なんて見てもらわなくて結構。最後は大喧嘩をして家を飛び出したんだとか。今まで友樹に養ってもらっていたのに、その友樹に向かってそんなひどいことを言うなんて信じられませんでした。まあ、もう私たちには関係ないことなので、それ以上は気にしないことにしました。その後、私たちはアパートを借りて二人暮らしをすることになりました。私もようやくお母さんと離れることができて一安心していました。しかし、しばらくするとお母さんから電話がかかってきました。最初は無視しようかとも考えましたが、一応何の用事かくらいは聞こうと思い、電話に出てみると、帰ってきてちょうだい。力のない声で私たちに義実家へ帰ってくるように言ってきました。今さら何ですか？あんなに出て行けと言ったくせに、今さら帰ってこいなんて勝手にも程があります。実は。どうやらお姉さんが離婚して帰ってくるというのはお母さんの勘違いだったそうです。お姉さんは離婚するのではなく、ただ夫婦喧嘩をしてしばらくの間義実家へ帰ってくると言っただけなのに、お母さんが早とちりしたようでした。まなみが離婚したっていうのは私の勘違いだったみたいなの。もうまなみも仲直りして自分の家に帰ってしまって。そうなんですか。それは残念でしたね。だからできればあなたたちに帰ってきてほしいんだけど。無理です。一人で頑張って暮らしてください。それでは失礼します。ちょっと待って。今までのことは全部謝るわ。今さら謝られてももう帰りませんよ。そんなこと言わないで。お願いだから帰ってきてちょうだい。何を言われても私は許しませんから。私の顔見たら具合悪くなるんですよね。それなのにまた一緒に暮らすなんて申し訳ないですから。それは。お母さんは自分の言った言葉に今更ながら後悔しているようでした。動揺して言葉も出ないようです。それじゃあ、私もお母さんの相手しているほど暇じゃないんで、さようなら。ちょっと待ってよ。私はそこで電話を切りました。私がダメだとわかると、今度は友樹に電話をかけたようでした。出て行けって言ったくせに、今さら戻ってこいなんて、そんな都合のいい話はないからな。そのことならちゃんと謝るわ。舞ちゃんにも謝るし。持病だって最近はそんなにひどくないんだろう。なら俺たちがいなくても一人で暮らせるでしょ。一人はどうしても無理なのよ。重いもの持てないし、家事だって一人じゃ大変で。もう面倒見ないって言ったらいいよって言ったよね。それはつい勢いで言っちゃっただけで、やっぱり二人の助けがないとダメなのよ。なら施設に入るしかないね。施設？だって一人で暮らせないんだろ。でもさすがにまだそんな年じゃないし、施設なんて入らなくていいわよ。お母さんはどうしても施設には入りたくないようでした。
きっと施設に入ったらわがまま言えなくなるからだと思います。俺たちは母さんのところに帰る気なんてないし、母さんは一人じゃ暮らせないんだろ。だったら施設しかないよ。そんな。手続きは全部こっちでやってあげるから。お願い、それだけは。もうわがまま言わないし、嫁いびりなんてバカなことしないわ。今さら遅い。友樹はそう言って電話を切りました。その後、嫌がる義母を強制的に施設へ入れることになりました。もちろん私たちは面会には行かないし、今回のことをお姉さんに全て話すと、ごめんなさい。うちのお母さんが迷惑かけたんだね。そんな最低な母だって知らなかったわ。私ももう面会には行かない。そう言っていました。お母さんは家族全員から見放され、今は一人寂しく施設で暮らしているようです。そのおかげで私は今、平和に暮らすことができています。お母さんの嫁いびりに怯えることもなければ、必要以上に家事をこなすこともありません。毎日悠々自適に生活することができています。最近では念願だった子供を授かることができて、来月には出産予定です。今は幸せでいっぱいです。